るかのザリアルジャパニーズポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか？今日は久しぶりにアニメの話をしたいと思うんですけれども、私の家の前ですごく工事をしているので、工事の音が入ってしまうと思います。すみません。先に謝っときます。すみません。はい。ということで、ちょっとね、話したいこといっぱいあるんですけど、最近私またアニメを見始めまして、っていうのも、今、10月に始まったアニメがすごい人気で、なんか豊作って言われてて、いろんな面白いアニメがいっぱいあるんですよね。そう。で、皆さんにね、アンケートを取ったところ、皆さん何見てますかって聞いたら、呪術廻戦、あとブリーチ、あとは東京リベンジャーズとか、あとは、早々のフリーレンとか、あと進撃の巨人。これはもう、まだ始まってないけども。11月4日ですね、進撃の巨人のラストは。はい、私はもう本当にもうこの話は今度しましょう。ね。そう、進撃の巨人とか、はい、見てるよっていう方が結構いましたね。呪術廻戦が一番多かったかな、見てるっていう人が。あと、私の幸せな結婚っていう人が何人かいて、女性ですね。それはでも、一個前のシーズンかな、夏とかのやつだよね。とか、スパイファミリーとか見てますよ。あとワンピースね。変わらずワンピース見てますっていう人も結構いましたね。はい。私はね、今回紹介するのは、10月から始まった新しいアニメをちょっと紹介したいと思うんですけれども。まずね、いくつ見たんだ？見たかな。まだまだいっぱい見たいものあるんですけど、私が今見たのは5個ぐらいかな。まず1個はね、早々のフリーレンっていう、今期一番注目されているアニメですね。はい。早々のフリーレンは、いいアニメ。なんか上質なアニメを見ていますっていう気持ちになる。なんかストーリーも素晴らしいし、アニメーションも素晴らしいし、曲も夜遊びで素晴らしいし、声優さんも素晴らしい。はい。主人公はね、アーニャの声の種崎さんがやってるんですけど、やっぱ種崎さんはすごい上手ですよね。上から目線だけど、上手ですよね、とか言って。はい。私がすごい好きな声優さんっていうのもあって、なんかこう、上質なアニメって感じ。なんかすごい面白いってわけじゃない。けど、なんかちょっと似てるのは、バイオレット・エヴァーガーデンを見てる気持ちになる。バイオレット・エヴァーガーデンって、でもなんか結構、戦争系とかで人が死ぬとかそういう話が多いので、すごい泣いちゃうんですよね。あれは、もう強制的に泣かされてるの、バイオレット・エヴァーガーデンって。わかる？悲しいじゃん、すごく。でも見た後すごいいいアニメだなって思うんだけど、すごい泣いちゃう。でも、早々のフリーレンはもうちょっとコメディ感が強くて明るい。そう。でも、なんか主人公がその人間の気持ちを知りたいみたいなテーマは結構似てる部分がある。そうそうそう。面白い。ファンタジーだけどね。はい。そう。上質のアニメを見てるっていう気持ちです。はい。で、次はですね、アンデッド・アンラックっていう、これは少年系な感じですね。なんかアンデッド、不死身の男とアンラック、なんか他人を触ると、その人を不幸にさせて、最悪死なせてしまうっていう女の子が出会って、なんていうの、チームになって、なんかいろんなものと戦ったり、生活していくっていうか、そういう話で、面白いですね。死なない男と人を死なせる女の子が二人で一緒にいるって面白い。そう。で、今後どういうストーリーになっていくかは全然わかんないんだけど。ただね、なんかエロいね。なんかエロいね。なんで今エロかったみたいな。なんか、前もね、私もよく話すんだけど、こう、普通にストーリー面白くてさ、はいはいはいみたいな感じで見てるとさ、急になんか、エロいみたいな。急にエロいみたいなやつあるじゃん。それ。なんか、なんで今おっぱい触ったみたいな。おっぱい触る必要あったっけみたいな。そう。っていう、なんか、そういう系。少年向けだね。若い男の子向けの
アニメなのかなってちょっと思いましたけど。そう。なんで今、パンツ見えたみたいな感じのエロ。はい。だから私は続きを見るかどうかちょっと悩んでますけど。まあでもストーリーは面白そう。はい。あとは、もう一つは、ミギとダリね。これ私の生徒さんからおすすめされたんですけど、ミギとダリはね、なんとも言えない変な世界のアニメ。まあ日常系っていうのかな、あれは。なんかこでもミステリー感もあるんだけど、どういうアニメかというと、なんか児童養護施設にいる親がいない双子の男の子がいるの。ミギとダリっていう。その双子の男の子がめちゃくちゃ金持ちのおじさんとおばさん。子供がいないおじさんとおばさんが、その里親になって、その養子としてその家に行くのね。そう。で、その双子の男の子は一見すごい美少年ですっごい性格がいい感じで、お母さんありがとうみたいな感じで言うんだけど、本当はすっごい腹黒くて、その双子でなんか悪いこと考えてるみたいな感じの話なんだけど、なんか絵の感じとか話の雰囲気は完全になんかホラーっていう感じ。伊藤潤二のホラーの奇妙ななんか空気があるんだけど、コメディなのね。なんか、変な笑いの話で、私はそういうユーモアがすごい好きなので、変な話見たい人はぜひ、その右とダリおすすめですね。そう。あと声優さんがすごい結構豪華なんですけど、声優さんがふざけてる。真面目にやってるんだけど、ふざけて、やってるのがすごい伝わってきて、そういうアニメだなって言って、結構面白い。はい。あとね、いくつか見たんですけど、あんまり、って感じだったかな。そう、シャングリラフロンティアみたいな感じのやつも見たんですけど、なんか、すごいゲームが強い男の人が、その MMO みたいな、ダイブ式の、ソードアートオンラインみたいな、フルダイブ式の MMO に参加して、多分強いみたいなやつだと思う。そういうの好きな人はおすすめなのがシャングリアフロンティアっていう。そう。なんか人気あるみたい、すごい。日本でもすごい面白いって言われてるけど、私はね、そういうなんか、ゲームの世界に行って、俺強いみたいなやつは、ちょっともう飽きちゃったから、2話まで見たけど、どうかなって感じ。まあわかんない。そういうの好きな人はね、ぜひおすすめだと思います。はい。あとね、私が一番好きだった、今期の作品見て一番好きなのは、ダークギャザリング。はい。もうこれ、私が唯一一気見したアニメですね。ダークギャザリングはね、私のタイプだったね。どういう話かというと、幽霊系ですね。ホラーですね。ホラーアクションって感じかな。なんか、幽霊を感じられる男の子が主人公。で、幽霊の姿は見えれないんだけど、幽霊がすごい集まってくる体質の男の子。そう。で、なんか子供の時に幽霊に呪いを受けてる子なんだよね。と、もう一人の主人公が女の子なんだけど、この女の子は幽霊が見える女の子。で、まあ、いろいろあって、おそらく幽霊に両親が、殺されたじゃないけど、その両親が死んじゃってるんだけど、それの理由になぜ幽霊が関わってるみたいな。で、その復讐をしたいみたいな感じの女の子。そう。と、その幽霊に呪われている男の人。で、幽霊を集めちゃう人が、二人で協力して、幽霊を倒すみたいな、そういうアクション系。で、最初はただのなんか、あんまり怖くないホラー系かなと思う。絵とかすごい可愛いから、あんまり怖くないのかなと思ったけど、見れば見るほど怖くなってくる。どんどん。そう。で、今ね、最新エピソードはトンネルの幽霊と戦うんだけど、めちゃくちゃ怖くてびっくりしちゃった。怖みたいな。ってくらい怖くて、私は久しぶりにテンションが上がってます。ホ
ホラー好きな人とか、ホラーアクション好きな人はぜひおすすめですね。でも本当になんかまあまあ怖いです。うん。そうで、なんで私がこれを見始めたかというとですね、その男の子とその女の子でもう一人、その男の子と幼馴染の女性がいるのね。A子っていう、見た目すごい可愛くて明るくて、なんかホラーが大好きな女の子なの。で、その主人公と多分好きなんだよね、お互いが。そうで、幼馴染の、大学生。で、ちょっとメタ的なね要素になっちゃうんだけど、その女性の声優さんが花澤香菜さんだったのね。花澤香菜さんって今多分一番人気な女性声優さんで、めちゃくちゃ演技が上手くて、可愛くて、でも演技が上手いみたいな女性声優さんがその幼馴染役だったの。で、私が、いや、花澤さんはおそらく簡単な役はもうやらない、もうトップクラスだから、何かおかしいと思って私は見始めたのね。花澤さんがただの女性キャラとして出るわけがないと思って、何か裏があるぞと思って見始めたら、やっぱりいろいろありましたね。やっぱり普通のアニメじゃなかったなっていう、普通のキャラじゃなかったっていうのがあって、もうそれぜひ皆さん見てみてください。怖いです。はい。そんな感じかな。私は今ダークギャザリングの最新話をずっと待ってるって感じですね。そう。しかもトンネルの一番怖いそのトンネルの幽霊が、私の推しがね、声をやってて、もうこれもびっくりびっくり。ね。だからすごい楽しみにしてる。松岡さんがね、幽霊のなんかキャラやってるから。そんな感じです。あとは、去年のアニメだけど、もう一つハマってるのは、サマータイム連打を見てますね。タイムリープ物語だから、大体面白いよね、タイムリープしたら。ね。いや、面白い。サマータイムレンダーはとにかく絵が本当に綺麗。もう絵が綺麗で世界観が結構あって面白い。ちょっとファンタジー感強すぎるから、ちょっと想像と違ったけど、それでもね、続きがすごい気になって、その一気見したい作品って感じだね、サマータイムレンダー。はい。そんな感じです。他にもね、見たい作品があるんだけど、まだ見れてないので、また面白い作品があったらシェアしたいと思います。はい。皆さんはどうですか？なんか見てます？ね、ダークギャザリング見てる人いないかな？他に。面白くないかな？私のタイプっていうだけでめっちゃ面白いかって言われたらわかんないけど、ホラー好きな人はぜひ見てほしいな。ね。そんな感じで、じゃあ今日は、最近のアニメの話でした。はい、今日話した話、またトランスクリプトを作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。あと Twitter、Instagram、YouTube こちらのフォローもお願いいたします。あと Patreon、こちらのメンバーも募集しております。Patreon ではですね、2週間に1回おやすみポッドキャストっていうまた別のポッドキャストを更新してます。はい。あとは、週に2回ブログを書いてます。はい。あと、今回のこのエピソードで出てきた新しい言葉とかフレーズの意味を説明してます。Patreon で。はい。なので気になる方はぜひメンバーになってみてください。はい。はい。で、さっき気づいたというか最近気づいたんですけど、13,000人超えてました。サブスクライブ。ありがとう。パチ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 。13,000人になったので、また YouTube ライブしようかな。ちょっとね、11月ぐらいになっちゃうと思うんだけど、ちょっと遅れますけど、YouTube ライブしたいと思いますので、ぜひ、また集まってください、皆さん。はい。あと、ミートアップイベントね、台北があと1ヶ月後ですね、11月18日のお昼から台北のイベントが始まりますので、チケット買ってない方またぜひ買ってくださいね。はい、お待ちしております。もう台湾に行くのすごい楽しみにしてて、なんかもう美味しいご飯をすごい探してる。何食べようかなしか考えてないね。はい。
そんな感じで、あと会話レッスンとシャドーイングコースの新しいメンバーも募集しておりますので、詳しくは私のウェブサイトをチェックしてみてください。はい。もうやばいよ、もうあっという間に11月になるんですけど、みたいな。なんか私毎回こんなこと言ってるけどさ、毎回びっくりしちゃう。もう11月みたいな。って感じですね。ハロウィーンだね。特に何もしないけど。はい。皆さん、風邪ひかないように気をつけてください。そんな感じで、また次回。さようなら。